チキラードでジョンです。今回は日本最強の時間に集めたら世界一トレード説デイ4やっていきたいと思います。7月シーズンのね、デイ4ですね。41対41。ちょっとね、これ攻め残し込みでのね、41点というところで、残念ながら負けてしまったと。早速やっていきましょう。はい、コマくん、ルートライダーラッシュ、ボマーはセットされてますけど、兵器の切り替えはさすがにありましたね。で、ジャンプ型、ルートライダーラッシュ。コマくんかなりルートライダーのこのジャンプ型をやりつつ、レイジジェムを採用しているような形ですね。ドルイドがね、採用されていることでヒーリングトームの部分の回復量っていうのを、この、ドルイドの方にね、任してあげて、レイジジェムをそしたらつけてあげようかっていうようなね、コンセプトだとは思います。レイジジェム型のルートライダーやってんのは一人だけなんですけどね、結構、ありなんじゃないかなって感じの組み合わせ。キングもクイーンも両方ジャンプして、タウンホールは見えるような形で残していったので、クイーンのクロックで落として、10日弊社から出てきたスーパーホグも一緒に回っていくような流れですね。で、オーバーグローのおかげでこれタウンホール付近がね、施設が残ってないので、タウンポイズンも誰も受けずという形、非常にいいですね。あとはレイジフリーズ2発と、まだトーム残ってますね、これ。強いな。レイジジェム型も、で、レイジ乗っけてトーム残してた部分、しっかり使っていってのフィニッシュ。強。なんかレイジ型強そうじゃないこのドルイド入れたやつ。レイジジェムありなんかな。時間は絶対こっちの方が早いよね。そうだね。時間は絶対ヒーリングトームよりは早いはずだよね、さすがに。さあ、千葉さん、これ早いっすね。1分6秒ぐらい。エアスイーパーを追っていきました。ジャイアントアローオーバーグロー型のライドラッシュ。かなり使ってますね、この編成。10日弊社は9時からライドラも手元に2体残しましたね。トム入れていきます。クイーン、イーグル前にライドラ2体と、ここはフリーズレイジを置いていきました。クイーンのサポートも入れてって、タウンホールのところを一気にオーバーグロー隠していく。クイーンのね、火力を下げてあげるみたいな目的かな、サイドカット兼。中心部までライドラ入って、ここは惜しい。もうちょっとでね、援軍出てこないような形にはなったんですが、間に合わず。ただ、オーバーグローで隠れてないところは全て飛ばすことができました。あとは、ロイちゃんとキング。援軍はラバハウンド。この形、タウンホール、ああいう形でオーバーグローかけてくんだね。ちょっと、サッカーボールサッカーボールと、なんかいろいろ飛んでましたけど。なるほどね。全部集まってっての前回か。ライドラ9体っていうのはね、なかなか多いですね。さあ、弟子さん。クイラバ。テスラチェックかな今のバーバリアンは。かなり外側から出して、シューター出していきます。クイーンがなかなか HP 持ってかれたところですが、ギリギリ耐えていく。このね、ホーミングチェックのバルーンもね、マルチアーチャータワーのね、ターゲットを少し抑えてくれますからね。ウォールブレーカーまで入れていく。折れなかったか。しかも援軍もできってない感じですよね、これ。嫌な当たり方になっちゃいましたね。クイーンがただ燃焼ダメージで結構 HP 削れたな。美味しいですね。ウォールブレーカーつけて、キング、フィスト、出てきたのは、まだネクロいた。ネクロとスパガゴ。で、下側の方は、捕まっちゃいました。シューター迫撃砲に。そこはターゲット取るのはなかなかね、難しいんでね。で、狙ってた仕事はやってくれたでしょうというところ。長弾大砲兼サイドカット、ロイちゃん中心部。これは元のプラン通りなのかな。で、ラバルパート下から登場。ロイヤルチャンピオンはシングルとも乗りつつ捕まってきますが、一度ここは透明になってもらって、クイーンは黒。クタンホールフリーズかけれず、レイジトム。うわー、バルーンがやばい。ちょっとフリーズ失敗しちゃいましたね。
で、ロイヤルチャンピオン、ここは能力を使っていきましたが、リクスケルトンに釣られてタウンホールポイズンにダイブしてしまう。こういったところヒーリングトーム強いですね。タウンポイズンを乗り越えてバルーンの HP も全て回復していって最終対空砲を囲う形が取れています。ちょっとね、嫌な展開にはなったんですが、ナイス全開ガーサス。さあ、クイヒーのルートライダー、キャスリーさん。久しぶりにクイヒー見ますね。キングのウォールブレイカーですかね。そうですね。反対サイド、10日弊社使っていきます。スケルトンの呪文取って、モノリスのターゲット取り、ホーミングチェックバルも2発いいところに投げていく。キングは大きくなっていく。ホーミングチェックしっかり引っこ抜き。クイーンのためのサイドカットのみの10日弊社かなこれは。かなりくじ側は。ペッカがね、もう1体分ね、くじの方流れてくれれば、ちょっと2体ともね、くじに行ってくれることはできなかったですね。出てきたイエティの方で対地クロスまで追っていくと、くじのサイドカットがメインの10日弊社だったのかなと思います。ナイストーム。ストライカーもトーム入れてるので、この後キングと当たるところもここ、そのままストライカー入っていって、タンクヒーもしっかり決まってますね。いい形。ストライカーからやられてしまいましたが、キングちょっとそれはターゲット変えてほしいが、キングをロイちゃんが処理することで戻っていく。ウォールブレーカーこれはボムター、左のところをつけていくような形で9時から10時のところにね、入れていくような流れかなと思います。スーパーバーバリアンとバルーン出して、スパババね、ちゃんと採用してんの偉いっすね。この編成結構スニゴムが多いんだけど、ウォールブレーカーつけなかったっすね、9時。で、ロイヤルチャンピオン能力解放。ルートライダー自身の攻撃力はやっぱ低いんでね、ルートライダーだけでレイジかけてもあんまり破壊力がないですね。自分のアタックですね。編成もほぼほぼ変わらずバルキリールートライダーラッシュです。オーバーグロ型。これは10時から行ったんだ。あんまり覚えてない。で、ドルイドも9時の10日弊社。10日弊社のペッカね、この対地クロスとかに対して結構強くて、さっきもね、9時の、クヒーなんであんまりつける必要ないんですけど、10日弊社のね、ペッカだ。死ぬほど生き残るんで、死ぬほど生き残るとは。だいぶね、生きるんですよね。生存力が全然変わる。中心部でトーム打って、スパガゴが10日弊社から出てきて、これペッカが生き残ってればね、9時サイドもうちょい伸びたかなって感じ。で、タウンホールのところはオーバーグロかけていって、レイジ両サイド打ち分けって形ですね。バルキリーの数がすごいっすよね。ルートライダーが、攻撃力低いんで、そんなにたくさんいったところでみたいなところはあるので、ドルイドさんがね、回復してくれるのでね、この圧倒的にバルキリーの数。これがね、非常に強い。ルートライダーと比べるとバルキリーの方がね、全然 HP は低いので、回復させる意味はあるっていうところかな。で、ストライカー投げちゃったんでね、ちょっとキングそんなとこにいたのかって感じですけど、下側キング。バルキリーもいるんでね、ここルートライダーと違うの、ヒーロー処理も早いところ。何ですかこのフリーザー。先ほどね、誰かのフリーズ外れてますね。なんか言ってましたけど、同じことしてますね。で、クイーンクローク打って、余ったフリーズ打ってフィニッシュと。余力はあったんで、って感じですが。カズマくん、ウルトライダーラッシュに、バルキリー19体という形。ジャンプオーバーグロ型。6時バルキリーからの穴開けしていって、キングを入れていく。
富士サイドも東海弊社展開という形ですね。ジャンプと。ヒーローレベルがね、低いんでね、その辺のね、ちょっと参考になるんじゃないかなと。カンスト、ね、してないからね、全開取れないっていうのはね、これは甘えですよというのがね、これで分かってしまうと。とはいえ、レベル低いアカウントでね、攻めなきゃいけないのもなかなか辛いですが、多分1個前の対戦で負けちゃったので1位は取れないでしょっていうところで、パワーポーションとか使ってない判断だとは思うんですけど、ただね、やっぱり、これはでもどうだったかな、ヒーローギアまでね、しっかり上がってるんですよね。それが偉い。このこのあれでヒーローギア上がってんの偉いんだよな。ただヒーローがやっぱキングクイーンパートね、ちょっと、レベルも低いので、クイーンはここまで生きてくれてますけど、キングがね、結構死ぬタイミングが早くて、クイーンもここで落ちると。であとは集まって中央部という形です、ラスト呪文。当たり前だけど前提条件でね、上手い人っていう前提条件が当然あるんですけど、ヒーローレベルが足りてなくても全然全開を取ることができると。とはいえ毎回余力があるかっていうと全く別ですけど。相当余力ないね。相当余力ないね。今ほんと便利になりましたよね、クラクラも。ヒーローレベルもユニットレベルもポーション一つで全部解決できちゃうんで。あとはギアとペットレベルぐらいか。ペットも上がるのか。キングサイドカットというか一区画潰し、援軍担当させて、援軍かからないようなところからルートライダー発射、クイーンも合流するような形ですね。ドルイドは入れない形、タウンホール起動していきましたが、ここはちょっとだけタウンホール削ってからオーバーグロかけていきます。時間意識しないならね、もうギリギリまで引きつけて、攻撃されるようになってからオーバーグロかけるぐらいで十分ですね。ちょっと早い人もね、たまにいたりはするんだけど。フリーズと同じ感じでね、ある程度ユニットがその防衛施設から攻撃をされるようになってからかけないとあんま意味ないですからね。フリーズかけて、現れたタウンホールの方にルートライダー、バルキリー集まっていきますが、かける前にね、ある程度タウンホールも削っておいたので、いいですね。簡単に突破ができてます。で、ロイヤルチャンピオンの方も能力発動、ホグライダーも、意外とホグってマルチ IT とか受けてもね、弱点感あるけど、ノーマルモードだと結構生き残ってくれるよね。ハードだと結構ね、ロイちゃんのホグ死ぬ感じはあるけど。クローク残してたので、クロークでフィニッシュです。穴開けをしてくれる。ガーサス。で、3クイラバ。クイラバ勢。貴重なクイラバ勢。6時クイヒーからウィザードとなり置いて、ドリルセットはマルチかな、どうだろう。どうですかね。ちょっと打ち順変わっちゃった感はあるけど、この対空砲、ドリルを刺して、ターゲットもチェンジできるしっていう感じなんですけど、使いたかったドリルにはならなかったですかね。多分マルチ IT 区画に刺したいような、かな。タイミングももうちょい後でっていうイメージだったと思うんだけど、第1クロス打てるからね、普通に。ロイヤルチャンピオンを使っていく3次サイド。なるほど。このバルーンいいですね。赤バック解除プラス。ポイズンター拾ってくれました。
キングはどこか別のとこに使いたいっていう感じなんだけど、まあラバルで考えるなら10時のね、マルチ IT ロイちゃん区画とかなんかな。ロイちゃん強いですね。3時からこれ2時まで伸びて、イーグル砲って。ボールブレーカー、マルチ AT の方狙っていきます。うまい。左サイドもボールブレーカーつけてる。これキング入れてくってことか、そこに。いましたね。で、ラバルパートは12時からスタート。クイーンで、一応モノリスとか打てるんだけど、マルチ IT はね、取れないんですが、イメージとしては上に回ってくれた方が良かったのかな、クイーンは。とはいえ、これはこれで十分強いですね。この動きしてくれるならオールブレーカー取っといたのにって感じかな。キングのためにくじ穴消したかったね、これ次目。これは上振れでしかないので、さあ、キングがここ壁を殴ると、対空砲が折れまして、余裕の展開っすね。うまい。さあ、スミス、ルートライダー、ラッシュ、ドロイド、イーリー。強化兵舎を置いて9時からクイーン。ルートライダーは9時から発進です。なるほど。さあ、ドルイドキングを追加していきます。この辺ね、結構 HP 回復してくれて。おお、スーパードラゴン。まさかの。スーパードラゴン登場です。で、ロイヤルチャンピオンスケルトン打ちつつ使ってますね。6時。スーパードラゴンなんですけど、ここはポイズンリザードがいてくれてるので処理をしてくれました。さあ、ロイヤルチャンピオンもここは6時頑張ってて、隣にね、10日弊社から出てきたスーパーホグがね、マルチアーチャータワーのところ、AT か、IT か。突破してくれました。クラクラもね、いろいろ出すぎていい。もう似たような名前だって似たようなね、ものが多すぎて、脳死で喋ってると、いろいろね、ミスっちゃうことが多いですね。最近ほんと、マルチ AT、マルチ IT のミスとか、つから始まるものも多すぎてね、よく間違えちゃう。さあ、ロイちゃん能力解放、フリーズ、あと3発ありますね。強い。ガントレ突でそれ。いいフリーズ。ダブルフリーズ打ち込んで、キングが壁やってくれつつ、裏はロイヤルチャンピオン登場、ナイス展開。いい形でしたね。さあ、ガク、ライドラッシュ、クイーンに、ハングリージェリーつけて、オーデンに、これなんかヒーローペットミスってそうだな。ルートライダーラッシュやったでしょ、多分この前。ルートライダーやったでしょ、これきっと。さすがにシューターセットどうなんだアローか。だったら違うかも。でも、オーデンにポイズンリザードが。これあれかなクイーンとかロイちゃんのサイドからライドラ始めるときに便利なのかなそういうことなんかな。で、トームで逆に生き残っちゃうと援軍釣れちゃうっていうデメリットあるから。スーパーバーバリアンが強すぎちゃうと、反対サイドもそうですね。今回ちょっとシューターを使ってるので、かなり時間はシューターのために割いて、ライドラッシュがね、早い戦術なので、ここババチャーだったらね、もうちょいエンメアできたような感じはありますが、シャーなしと。ここで真ん中に。で、クイーンの方は、
アングリージェリーがついてるので、防衛施設優先、対空砲まで追っていく。やっぱそうなんすかね。なんか防衛ヒーローからスタートするときはこのポイズンリザードを採用するみたいなイメージなのかな。で、アングリージェリーついたクイーンが、やっぱ防衛施設に向かってしまうので、壁打ちが凄まじいですね。いろんなところを誘導されてしまう。フリーズと打ち分けて、ポイズンリザードは死んでくれたので援軍は釣れず。で、タウンホールは生き残って中心部なんですけど、クイーンがそこにたどり着けそう。ロイヤルチャンピオン能力解放。ブーメランで飛んでいきました。そしてロングショット。フォックスが先に先行するという形。あれなんでフォックスフォックス防衛施設優先になったわけじゃないと思うから。ターゲット取ってる位置、どういうターゲットなんだろう。ちょっとよくわかんないですね。普通にロイちゃんついていくだけならその辺のね、パンク系殴っててもおかしくなさそうな。さあ、ニャロメクイラバ。やっぱ時間使えるときはシューターが強いですね。オルブレーカー使って、シューター型の食い火はね、非常に安定感あるというか、ゆっくりできていいですね。オルブレーカーを12時と1時2時のところは穴開けしていきました。ストライカー投げたい。しっかり当てていく。援軍も、ちょっと高い。ちょっと空飛からすると怖い援軍も出てきましたが、クロークも準備しつつ、しっかり呪文の方で対応。ストライカーの動きがね、防衛のね、ストライカーがあんまりいいターゲット取ってくれなかったんで、よかったですね。で、キングはガントレット、対地クロスまで飛ばしていって、壁中の施設も範囲ダメージ。ではい。いやー、キング強いわ。それ、リクスケまで全部処理してくれた。で、フェニックスついたことで中心の赤幕黒幕両方解除。めちゃくちゃありがたいね、これ。で、インビジブルタワーをどうするかですね。フリーズかけるかな、さすがにこの打ち方なら。かけないか。フリーズ残り一発だったのか。一発プラス、投石機が打てるタイミングで移動もしないと。ストライカー投げたけど多分ロイちゃん折れなかったって感じかな、これは。で、下側の方はシューターが残したところをバルーンが軽く回収入れて、非常にいい形。ロイちゃん能力残ってます。コロネに捕まり終わった後にロイちゃん解放。で、援軍の中身はロケバルイエティだった形ですね。またユニット残してるね。さあ、やったーくん、ルートライダーラッシュ。12時インのルートライダー始めていきます。10日弊社とクイーンで両サイドカットする結構典型的な形なんですが、かなり距離も近いところですね、今回は。3時にはスケルトンを置いてからロイヤルチャンピオン出して、中心部入ってからトーム入れていく。中心部をオーバーグローかけていきます。クイーンはクローク割いて、これヒーラー出ない形ですね。フローズンアロー型。ユニコーンももうやられてるのかな。内側でクイーンもこれはウォーデンたちと合流です。で、タウンホールが現れてって形なんですけど、タウン付近にユニットがあまりいないですね。ブーメラン投げたよ。ブーメランホグというなかなかあれですが、
キングがタウンホールのところ進んでくれて、レイジもまだ残ってると。スーパーバーバリアンを裏から刺していっての全開カーサス。レイジはもうキングに回して、壁開け促進。本日ラスト71天才星3。まあ、ほぼほぼ中心インビジブルとマルチ IT タワーじゃないかなと思うんですけど。シューターだ。ほえー。確かにこれシューター爆アドだな。まあまあまあ、天才はさすがにそこですよね。突撃艦でタウンホール取るのかなーってざっくり思ったけど、シューターこれ爆アドっすね、確かに。で、バルーンとジャイアントで2段階に分けて援軍を12時に釣って、クイーンで援軍処理。ヒーラー人形ですね。で、シューターマジ強い、これ。で、回収ユニットもしっかり後ろ出す。これマジで大事ね。これね、HP の高い施設とか削り入れとくのもね、結構僕は昔からもうタウンホール9時代からめちゃめちゃやってるんですけど、普通に強いんでね、1枠で。3分かけて1個削ってくれるだけでも十分ですから。キングの方はイーグル角、クイーンの方はちょっと角度変えて、11時の方に入れていくようなイメージ。さあ、クローク割いて、ロイヤルチャンピオンも追加で出していきます。で、ラバルパート下から登場ですね。ボーデンまでつけていく。ですね。大砲とか、ウィズトとか。で、これワンチャン、そうね、タウンホール、ロイちゃんが迎えるような形にもなりますよね。そうだよね。シューターも強いな、これ。レイジ置いて、破壊のタイミングに合わせてトーム入れていく。いや、強いな。で、まだこっからラバがあると。で、ストライが全部まで。ちょっとこれは珍しく。ストライカーミスしましたが、余裕の展開ですね。余裕すぎるな、これ。ラバルうまいね。はい、というわけでね、終わりまして、ナイス全開多かったですね。ちょうどね、中間地点残り3日という形で、今更言うのもあれなんですけど、思い出したことがあって、あのフリーズなんで外したんだっけと思ったら、スペイン対フランスか、スペイン対ドイツのどっちかをね、見ながら攻めてたんですよね。ユーロ。そうなんだ。そのね、見ながら攻めてた記憶が今、終わった後にね、ちょっと舞い戻ってまいりました。はい。そういえばそうだったなと思って。ユーロもね、左サイドのブロックが全部決勝トーナメントから見てるので、なかなか面白いですね。前もね、なんか、配信の時に結構コメントくれてユーロ見てますかとかいろいろあったと思うんですけど、熱いっすね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。